こんにちは、アンナスです。今日は、図案を拡大したり縮小したりすることについてのお話をしたいと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、では拡大縮小は大丈夫かな縮小は細かくなってサテンステッチとかだとすごい大変になるっていうだけの話なので、ただ拡大した時に結構いろいろポイントが出てくるかなと思うんで、その話をしようと思います。これはアンナスのプチ刺繍っていう私の本なんですけど、過去に出した本なんですが、まずちょっと図案を見せます。この本の中に出てくるいろんなこういうところの図案をいっぱいこう集めてクッションにしたんですね。ちょっと近くて申し訳ない。クッションなんです。ちょっとちっちゃめのクッションにこうやって刺してて、今ここのリンゴの花がこれですね。これ実物大ではないんですけど、図案本物はこれぐらいで 140% ぐらい拡大してるんです。これ過去の YouTube ライブ土曜か日曜日の結構もう前のやつなんですけど、そこで刺繍して仕上げた作品なんですね。なんか色も全部変えてで拡大してクッションに刺繍してるんです。でこのバラがこれですねっていう感じで、このプチ刺繍の中のものを全部出してきて6個図案を並べています。このミモザもこのミモザですね。これもだいぶ拡大してます。大きくなってますね。でこの時に拡大する時に気をつけなきゃいけないことっていうのをちょっと説明しようと思います。まず鳥が分かりやすいかな。鳥がいるんですけど、ちょっとこれ違うものに見えますね。もうちょっとこう上向きに変えて配置しているんですけど、これ同じ鳥なんです。ちょっと違って見えますね。で、この小鳥、顔の部分は全部サテンステッチでやってるんです。で、羽だけロング&ショートなんですけど、拡大したので顔の部分もロング&ショートになっています。で、羽はもちろん、ロング&ショートですね。で、尻尾の刺し方を横に刺していたのを縦に刺し直してます。これはちょっとアレンジしたんですけど、多分これ横に刺すんだったらちょっと長すぎるのでロング&ショートにしなきゃいけないですね。でもロング&ショートだと使っているうちにちょっとよれてくるかなと思って、この斜めサテンステッチにしました。で、これが一つですね。でバラの場合はもともと図案がちっちゃかったので刺す本数、サテンステッチは同じで、なんか途中ちょっとチェーンステッチで茎を刺繍したりしてちょっとアレンジしてます。でこの辺もねちょっとアレンジしてますね。これ多分サテンステッチで埋めていたはず。ガマ口のやつです。これですね。これ全部サテンステッチで埋めて、でアウトラインは2本取りで刺していたものを、花をちょっとこう中抜いて、でチェーンステッチで埋めて、で茎もチェーンステッチ3本取りかなで刺しています。ここから分かるように、今までふんふんって聞かれてたと思うんですけど、その法則が知りたいですよね。で法則を今から言います。まずサテンステッチはサテンステッチっていうのは1センチを超えると、ロング&ショートに変えなきゃいけないです。もうこれは
鉄則というか、普通に刺繍してても出てくることなんですけど、もうこれは一番重要ですね。だから拡大した時に元の図案はサテンステッチって書いてあるんですけど、自分が拡大したばっかりに1センチじゃなくなってしまって、すごく広い面積になってしまったっていう時は、もう全部ロング&ショートに変えてください。もしくは向きが変えれそうだったら向きを変えてもいいです。さっきのここの尻尾みたいな感じで向きを変えてもいいです。で、もう一つ、サテンステッチは基本的には2本取りで刺します。なんか3本取りの時もあるんですけど、もうこれでこれ以上図案を大きくしたからって言って6本取りとかにしなくていいです。なんでかっていうと、それは他の動画でも説明したかもしれないですけど、2本取り、例えばこの四角い面を埋めます。2本取りだと針が細いの2本で、これぐらいの太さで良かったんですけど、6本取りで刺すとこうやって膨らんじゃうんですね、真ん中が。でも左右の針、糸が布に刺さってる部分っていうのはシュッて細くなるじゃないですか。だからここが細くなるんで、6本取りで刺しちゃうとここがねいっぱい隙間ができるんです。ここにこういう感じな、ちょっと大げさに書いてますけど、なので2本取りとか3本取り、頑張って3本取りまでにとどめといてください。どんなに面積が広くなっても、刺繍糸っていうのはこういう法則で成り立っているので、大きいから6本取り、小さい面積だから1本取りっていうわけではないです。そこはイコールではないです。なのでもう大きい面積も2本取りでできれば細かく刺していくっていうのがいいと思います。そしてアウトラインステッチ、これは、線の刺繍ですね。例えば茎とか、こっち面ですね、茎とか、なんかいろいろありますよね。でこの時は、ここ6本取りで刺してますね。なので、図案が大きくなったらこの時はここ2本取りなんですけど、こっちに来たらチェーンになったりとか、3本取りとか4本取りとか本数を変えてください。でないとなんかヒョロヒョロになります。なんかサテンの面を埋める刺繍と線の刺繍は全く別物として考えてください。線の刺繍の、拡大した時の本数は、変えます。だから、拡大した時は本数を増やす、もしくはチェーンステッチみたいな幅広の、線の刺繍に変えても OK っていうことになります。だからサテンステッチは2本取りなんですけど、アウトラインステッチの場合は拡大した場合本数は増やさないとちょっとひょろひょろっていう感じが出ちゃいますね。あとはこういう拡大した時にちょっとチェーンステッチでアレンジするっていうのもありなんですけど、ここまでのアレンジはちょっと初めての方には難しいと思うので、これはちょっと置いときましょう私はあんまりチェーンステッチのアレンジはしたことがないので、できる方はなんかいろいろ考えてやってみてください。という感じで、この辺りを押さえておけば割と拡大してもそれなりに対応できると思います。
なのでこの辺り頭に入れておけば大丈夫かなと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。